ということで、ご無沙汰してます。ご無沙汰しております。お久しぶりです。ご無沙汰してます。お久しぶりです。まあ、そうですね。まあ、僕たち、ちょっと、発表したことがね、ございまして。なんと僕たちですね、この度、やります。何をですか？お前が俺がお前がでかくなっちゃった。すいません。そういうことだったんですね。ゼータブロストーク、やらせていただきます。私たち。これ何なんですかって。何なんですか？何をやるかって言ったら、もう、はい、番組ですね。ただまあ番組どういうことをするのかとね、やっぱ内容気になる方すごいいると思うんですけど、一応配信頻度からいきますと、とりあえず1ヶ月に、2回ぐらいで、その肝心な内容ですよ。肝心な内容、番組実は2つございます。まずこちら、ガクトの部屋。ガクト選手のチャンネルにて送るトークショー。国内選手を中心にガクトは気になる人をゲストに迎え、フォントがいいね。普段ね、大会配信や情報ビギナーでは見れない選手の人柄や、それでは培ったゲームノウハウなどを発掘していく。こちらが、私が担当する、ガクトの部屋ということになっております。はい、割とメディアに出てるスマブラプレイヤーの人いるじゃないですか。その人たちはもう結構発信してると思うんですよね。あんまフィーチャーされてなかったなっていう人を結構僕は発掘したいなって思っていて。なるほどなるほど。今コメントに書いたその人たちがもしかしたらゲストに来るかもしれません。 100% 誰呼ぶとかでまだ全然準備段階なんで、そう視聴者のその望みが叶うと思う。この人の話聞きたいっすっていう人、全然今上げてくれても構わない。多種多様なゲストを迎えて、このガクトの部屋、これがガクトの部屋ね。そうやっていこうかなっていうのは思います。からのこちらです。びっくりした。ティータイム。T 選手のチャンネルにて送るトークショー。海外選手を中心に T が気になる人をゲストに迎え、普段大会配信や情報ビキなどは見れない人がその人が培ったゲームなど、ここは同じですか？海外バージョンです。海外バージョンです。はい。 T の T タイムやります。 T の T タイム、こっちは海外エディション。正直 T 結構英語できるじゃん。だから結構そういう、俺どんだけ海外行ってんのって話よね、俺が。そうで、やっぱ俺もやっぱそこそこできるから、やっぱね、この2人で一応海外の選手を深掘りしておこうかなと。一応英語はそこそこな、そのワッチさんっていう方も踏まえてT タイムはこの布陣でやろうかなと思います。人を呼びたい人とかいると思うんで。いやもう皆さん書き子してください。書き子、これ書き子。もうアウチとかね、リドルスか。ワッチさんがみんなに声かけしてくれて、海外選手。特にワッチさんが今頑張ってる。なんていうこれ T タイムやるよって言ってノリノリな海外勢とかもいたりしたらしい。意外と結構みんなウキウキだったらしいので、なんでこの2つの番組を1ヶ月に2回やっていくんですけれども、アコーラがいません。はい。なぜアコーラがいないのかっていうと、あいつは学校で忙しいからです。我々なんかあんまり気にしなかったけど、彼学生なんで。彼そういえば学生なんで。学生だけど、ただやっぱこれ結構ゼータディビジョンが協力してくれたんだけど、やっぱ呼びたいじゃん、アゴラも。だから暇だったらゲストで来てくれるらしい。時間が合えばやってくれるらしい。まだ分かんないけど、リドレスとか来てくれた時とか絶対喋りたいだろうし。そうね。そう行けたら行くの精神。そうですね。一応準レギュラーだと思ってくれて構わんで。そうなんで、そして見てください皆様、上こちらこれに関する物事はハッシュタグゼータブロ、ゼータブロで皆さんツイートよろしくお願いします。はい。俺たちはちょっと言っちゃいけないな。リドレス呼びたいけどな。リドレス呼びたい。そっちはめちゃめちゃ話したいことあるけどね。そうリドレス何聞きたいの？カズヤってさ、アイクラみたいな即死コンボだけど実戦ではなかなか決まんないんじゃないかみたいな風潮あったじゃん。いつの段階でそういうことできるキャラって気づいたのか聞きたいわ。というかそういうこと聞きたいの。俺やっぱ同じキャラ使ってそういう感じで切磋琢磨する海外勢いなかったから、パックマンとかで。パックマンに呼びたい人はいないの？コメント欄にあったけど、モッドサイとか。モッドサイは呼びたさある。モッドサイ海外勢とか知らんからな、俺ら言うてプレイのことぐらいしか。てか俺らは言うてその海外とか行く機会あるけど、
ね、視聴者の人とか分かんないからね、どういう人間なのかみたいなのは。まあここで日本バージョンはこっちが担当すると。結構仲いい人は仲いいんだけど、うん話さない人本当に話さないから気になるよね。お前知ってるか、お前ヘローさんが朝何食ってるかとか。あ、ヘローさん呼んで朝何食ってるか聞くの？いや分かんないけど、知ってんのかと。今例でねヘローさんを出したけど、気になる。実は部活動何やってましたか、知らんだろ。そういうのを発掘していきたいの。別にヘローさんは決まってないんですけど、例えばねっていう、そういう人を呼びたいねっていう。なんか配信とかあんまやってなくてさ、自分のことをなんかまだ PR していない人たちを結構やりたいよねっていうのは思ってます。ミーヤーくん呼んでみたいけどね。確かにそれだったらないかも。あいつめちゃめちゃ面白いから。エーペックスで一緒に1週間ぐらい一緒いたけどかましてくれてたしな結構なんでガクトの部屋は、僕の、チャンネルで今ね今回は2人同時配信でやってますけど、まず最初ガクトの部屋は次やるときは僕の配信で、こっちの T タイムはですね、次 T の、配信の方で、もうおのおの個人チャンネルで。おのおの個人チャンネルでやらせていただきますんで、よろしくお願いします。同時配信は今回だけ。ほんでその時にはこのゼータブロ、で拡散していただくと幸いでございます。でYouTube にも、アップロードします。各アーカイブだからちょっと編集したバージョンのやつを。だから短くして見やすくなったのが上がってる感じで。はい。でこれまだなんか確定ではない、なんか今ちょっと調整してるらしいんですけど、なんと英語字幕もつけれるように頑張ってくれるらしいので、お前言ってたなリハーサルの時、これツイークトークじゃん、これツイークトークじゃんってめちゃくちゃお前叫んでたけど、ツイークトーク以上のものを目指そうかなと思っております。そんなゼータブロストークをよろしくお願いします。なんで皆さんの意見も、マジで募集してます。本当どういう人を呼ぶか、どういうこと聞きたいかとか。ゼータの偉い人の目に留まってめちゃめちゃ実現できる可能性が高くなる。そうですね、構成作家の人に届きます。大食い対決してほしいとかでもいいのだから大食い対決してほしいがめちゃくちゃあったらするよ。もうみんなのやりたいことをもう参考にします。熱湯風呂入ってくる、もうやるよみんなで熱湯風呂。やるよ、もうそれは通った。いいよ、もうローション相撲もやるよ。ローション相撲もやんの？各チャンネルの登録とか本当よろしくお願いします。チャンネル登録お願いいたしますっていう感じ。はい、僕らも大会があるんで、ちょっと1ヶ月に2回、できたらいいなっていう感じで、もしかしたらちょっと予定とかも前後しちゃうかもしれないんで、そこはその辺は臨機応変にね。初回いつとか決まってるんですか？いつは決まっていません。海外選手割と今日程を調整するのが結構大変みたいな。やっぱ生配信でやるので、その時差がそうね、時差がね。まず一回国内版僕の方をやろうかなと、ガクトの部屋の方をやろうかなと思いまして。選手以外もやりますか？いやもう全然スマブラに関係することなら、みんなが見たいなら何でもやりますよ。何時にやるのは、ガクトの部屋は誰決まってたっけ？9時ぐらいでやろうかなと思って。ティータイムの方はね、やっぱ海外ってことで、昼とかにもなる可能性が全然あるから。確かにそんぐらいしか開かないかもねみたいなのあるね。できる限り見やすい時間帯にやりますよ。何時間か動画も上がるんでね。そうですね。1時間ぐらいかな。1時間ぐらいやっぱそう話聞ければ結構濃密な話はできる。なんなら1時間で結構多いけどな。30分番組とか多い中、1時間ぐらいをめどにやらせていただきますよと。格ゲーウィキ見ながらなんかかいつまんだりね、これって本当にそうなんですかみたいな。嘘書いてあるかもしんないからね。確かに誰が書いてるか分かんないからね、格ゲーウィキとか。格ゲーウィキってあれさ、ファンが書いてるのあれ。匿名の人が。誰でも書けるよね、あれ。一応誰でも書ける。実は俺が書いてるかもしんないしね。自演でやっている可能性もなくはない。番組説明はこんぐらいで大丈夫かな。今回はね初回なんでこういう番組をやるよっていう説明でした。めちゃめちゃダバズ出せって言われて、多分ダバズとかも全然出てくれると思うんだよな。やっぱわちさんから聞いたんですけど、もう8割方の選手はもう快諾ノリノリ
で2割の選手は連絡がつかないっていうそうでも DM 埋まってそうな選手とかね結構いるからね。海外勢が日本の大会来た時に T 学と両方交えた拡大版ゼータブロストークみたいなのやってほしい。マジでやりたいと思ってる。チームの箱を借りて、そこに呼んでリアルでやりたいみたいなのはちょっと考えてます僕も。みんなの都合がスケジュールが合えば、オフラインでの撮影も全然あると思う。そうだからオフライン全然ありです。やります多分。なのでそういう感想要望などを、ゼータブローハッシュタグでよろしくお願いいたします。今回は、こういう番組をしますという話でした。ということで皆様見逃さないためにも全然ツイッターとかでも告知しますんで、やるときは。以上です。以上です。ありがとうございます。終わる感じですかこれ。一応そのノルマは達成したけど、なんか言いたいことある？いや俺台本に書いてあることしか言えないから。なんで全然遠くいやリハーサルしなきゃ。いい。まず日本人ゲストだったらガクトの部屋だからそっちじゃない。じゃあ一回俺の部屋を想定してやるか。今回はですね、ゼータディビジョン所属の T 選手に、かぶったね今俺が喋り終わる前でお前言ったらお前それダメだろ。今怒られてるこれ。怒られてる。でも T 選手に来ていただいたんですけれども、やっぱ T 選手といえばパックマンとカズヤを両方使うもう本当に世界屈指のプレイヤーということで、やっぱりですね T 選手本当今日何時に起きたとかあるんですか？まず今日はさっき起きましたね。さっきリハーサルをする必要があったんですけど、なんかマネージャーの人がなんか T さんがマジで連絡がつかなくてみたいな大学受験に間に合わない指を見て最悪な気分で起きたさっき確かにもう近いからね、2月はそういう季節だから確かに俺も思い出すが。そうあなた大学生でしたよね。そういえばもう卒業してらっしゃいますけどそうですけど何か僕はあなた大学のエピソード何も聞いてないですけど。大学のエピソード言えって言ってんの？いやだってここは発掘しないと学徒の部屋ですから普通大学は何を専攻なされてたの？大学バレるだろそれ言ったら。いやそんな特殊な学部なの？特殊な学部だったらバレるけど。ソシエティをやっておりました。社会じゃあ社会学部的なものを合わせ持っていたと。で大学は基本的にフルタンだったの？そんな話聞きたいの？だって知らないからね。俺知らないもんお前の大学のこと。ヘロさんにも同じこと聞く？いや聞くよじゃあ機会があったら。じゃあ俺は1年生2年生フルタンでしたよ。お前やるやん。やるやろ。3年生は？3年生はコロナでボロボロになっちゃった。その時大学生か普通に。そうリモートで普通に超サボったやつ。リモートなんか分かんなくてさリモートの授業受ける方法それでなんか落としてた。普通にやり方が分からなかったからってこと？家から出られないそのストレスもあったけど情弱だからさいやねなんか授業になんで俺の単位の話してんだよ。いやそれ気になるからね。でも一応ね留年とかせずに卒業したと。大学生の時の思い出とかなんかあったりするんですか？思い出茶道部やってたよ俺。茶道部？茶道部。それ畳の部室でやるやつ？そうお前マジかよ。そうすごいだろ。4年間エースだったの？めちゃめちゃどもってるけど。いやなんかお前が部活に所属してると思わなくて。でもコロナなる前までかな。そっかコロナ以降いけんもんな。お前たしなみまくってたってこと？日本の武道とは何たるかをそこで事前として学んでなんか負けたわ。俺悔しいわ。こういうのなんか違った角度から攻めてくるの。俺お茶立てられる普通に。マジかよ。そう入った理由はもうやっぱ日本の歴史を学びたくて。茶道お茶ってやっぱ歴史深いから茶道を極めたら日本の歴史を学べるんじゃないかと思って。本当はどうですか？本当は本当さっき言ったじゃねえかよ。なんで？いやもう完全にその理由100で入ったんですか？当たり前じゃん。真面目なんだから。もう真面目に通ってたよ。大学が閉まるまでマジでずっとお茶の勉強してそうやっぱ俺フルタンだからさやっぱ お茶のこともフルタンだったよね。てか茶道部って何大会あんの？いや大会ないけどお茶会があったよ。それファイアーエムブレムじゃんそんなの。それはわかんないけどそこでお客さん呼んで出してたよ。
なんか悔しい今、嫉妬止まらん。悔しい。俺なんかそういう人間的なことをあんまりやってこなかったが人間なお前ので。ゲストにその悔しいとか言うなよ。いや悔しいだろお前普通になんかすごい人生謳歌してる感じが。お前茶道部かよ。なん茶か道部。ニキビ食べ部とかだったらよかったんだけど。ニキビ食べ部。お前茶道部はお前ないわ。お前何言ってんだお前。負けたよお前。みたいな、ちょっと間接的に見下せる部活に入れよ。お前ゲスト見下したいの。やっぱ自尊心保ちたいからさ。やっぱ、ね、来てくれんのかなガクトの。いや今回だけですよ。今回だけです。あリハーサルとしてね、第0回ということであなたを呼んでるだけで。ガクトのマウント部屋って言われてるよ。いやマウントはしません。彼だけです。彼だけです。この MC やばいって言われてる。違いますよ。彼にちょっと勝てそうだなって思って仕掛けただけなんで、マウント部屋じゃないです。ガクトの部屋です。これただの。まあでもお前のこと知れたわ。もう初めて知った。お前がそういう。確かにさ、こういう機会ないと話さないもんね。そうね。大学のことを聞くとなんか俺がすごいダメージを受けるからもうやめておこう。でもお前賢いんだろ。いや全然別に。あれ違ったっけ。別に全然そんなことはないですけど。いや暗くなっちゃった。っていうことしちゃいけません。こういうガクトの部屋っていうのは。基本的にみんながほっこりした気持ちで、終わらすことが目的なので、変にカウンターパンチを食らった時にこういう空気になるのが一番良くないですね。まあこれでリハーサルできたからね。そうよかった。本番で失敗したけどよかった。いやお前もやるんだよこれを海外選手相手に。俺はもうアタボーで大丈夫よ。もう本当に。俺よりハードル高いぜお前。いやそれはワッチさんが頑張るから。だからもうじゃあお前は何の役なんだよ。俺は賑やかし。いやお前が回すんだよ MC を。それワッチさんはただ翻訳するだけですから。まあ賑やかしとして頑張るからよろしくね。まああんまり決まってないんですよねまだ。ちょっとこのゼータプロストークっていうのはそうみんなで作っていこうっていうのをちょっとね目標にしようかなと思っているんで。確定申告ってやった？俺確定申告やったよ。早っ。もうまたドヨーンってなっちゃった。俺まだやってない。じゃあ聞くなよ。もうやってないことを前提で俺話してた。絶対こいつもやってないだろうなって安心しようとしてたのに。いや普段だったらやってないけど。そうなの。何においても俺もなんか今遅れてる。部活入ってなかったの？部活大学の時はなんかスマブラサークルだったから。まあスマサあったら俺も入ってたけどなかったんだよね。ダメだよ。スマブラのことしかない。スマブラ以外の引き出しがないんだからこっちとら。同類探し番組って言われてるよ。意地の悪い番組じゃないですから僕っていう。やべえ結構話し始めちゃってる。いやなんか30分ぐらいで切り上げてくださいっていうのをなんか言われてたんですけど。確かに。いやまあちょっと無限に喋っちゃうんで10分ぐらいね。どっかで引き際を考えましょう。はい。ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゼータブロ。ハッシュタグゼータブロよろしくお願いします。ハッシュタグゼータブロもよろしくお願いします。はい、バイバイ。終わりだが、まあ、終わりです。こうか。はい。さようなら。さようなら。